皆さんこんにちは。色とりどりの花が咲き揃う季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。先日日本航空からとんでもない大型発注のニュースが舞い込んできました。それがこれです。どこぞのエアインディアほどではありませんがそこそこ大きな発注だと思います。今回はウプ主がどんな運用を想定したこの機材選定なのかを考察したのでそれを共有していきたいと思います。あらかじめご了承いただきたいのが、この動画はウプ主の妄想や理想で構成されているため、実際に採用されるものと異なる可能性があります。未来から来たわけではないので、ご了承ください。それでは早速本編に入りましょうか。まずは 787-9 の重機について、787-9 は基本的に ZIP エアーの方に投入されるということが発表されています。一部日本航空本体の方の増便に当てられるとのことで、直接的な767の A44 の置き換えとはならなさそうです。そのため、日本航空本体のシート配置は席数の多い E91 もしくは E92 になるものだと予想されます。また、投入路線が北米アジアインドを中心にと書いてあるため、比較的ビジネス需要の大きい路線に投入しようと考えていると思います。そのためビジネスクラスの多い E91 が採用されるのではないかと考えています。また、ZIP エアーの 787-9 の導入ですが、シート配置はおそらく ZIP フルフラットをこのセクションに、あとは普通席になるものと思われます。ZIP エアーには、ビジネス需要というより、家族連れの需要の方が大きいため、そこまで ZIP フルフラットを多く設置する必要はないと考えています。エンジンについては、今更トレント線が導入されることも考えづらいため、GEnX は確実でしょう。さて、ここからが本題と言っても過言ではない、どのような比率で振り分けられるかです。公式発表では戦術の通り ZIP エアーを中心に投入し、一部を日本航空本体の方へ投入するとされています。ただ、具体的な機数は発表されていないため、そこのところを予想していきます。ZIP エアーでは現在、以下の9路線の運航及び1路線の行政手続きを行っております。また、西田社長がマレーシアを除くアジア、アメリカ西海岸を中心にネットワークを広げる、と発言しているため、シアトルやラスベガス、インドに就航する噂が出ています。今の話の中で、需要がありそうな路線、具体的にはソウルインチョンやバンコクスワンナプーム、ホノルル、ロサンゼルスを中心に投入すると考えています。それ以外の路線についても、需要がないわけではないので、シーズンにより投入されることも考えられます。そのため、ZIP エアーには8機程度導入されると考えています。日本航空も、すでに22機保有しているため、そこまで必要になるということはないと考えられます。また、A350-900 の国際線投入も決定しているため、ほとんど導入しないと思われます。次に今話題に上がった A350-900 について、日本航空はご存知の通り、A350-900 を16機保有していましたが、先日の事故により1機損失しました。その補填に1機は国内線仕様で導入します。これは確定事項です。座席配置に関しては、13XJ が X11 であったことから、17XJ も X11 で導入されると思われます。また、残りの20機に関しては、国際線仕様で導入されることが発表されています。先日退役した 777-200ER と概ね同じスペックなことを考えると同じような運用をすると考えられます。具体的にはシートはビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス、もしくはそれにプレミアムエコノミークラスを追加した3クラスで構成され、座席数はだいたい200席から300席ほどで構成される見込みです。具体的に搭載されるシートは発表されていませんが、A350-1000 と同等のものが導入されると考えています。また、航続距離に関しても、777-200ER より長いため、南アメリカ、アフリカを除くどこへでも行くことができます。事業規模 1.5 倍か計画の増便に当てられることでしょう。一応777-200ER が就航してたところをまとめましたが、導入機数が倍になってる上、大体の路線が 787-9 に置き換えられてしまっているため、あまり参考にならないと考えています。とりあえず、確定事項としてエンジンがロールスロイストレント XWB84 が採用されることですかね。個人的にビジネスクラスはダッシュ線のようなスタッカート式の個室ではなく、ヘリボーン式の方がいいですね。かっこいいので、ヘリボーン式に乗った親父曰く斜めに向かって離陸してくのが気持ち悪かったと言ってましたが、まあ一生乗ることがないと思いますので希望だけ出しておきましょう。もう一度言っておきます。ヘリボーン式にしてほしいのは、かっこいいからです。ただのロマンなので、サービス考えると個室にもできるため従来のスタッカート式の方がいいと思います。最後に A321 ネオ、767-300ER の後継と指名されていますが、明らかに機数が足りないですね。おそらく 787-8 では滑走路が足りない空港や、オーバースペックな路線に充当するための機材だと思います。先日座席数を見比べてて驚いたのですが、767-300ER の A44 より 787-8 の E12 の方が座席数が少ないみたいですね。また、過去には737の V32 より少ない E11 って仕様も、馬鹿げてますね。そんなことがあったため、国際線用の 767-300ER 派 787-8 で置き換えるものと思われます。もしかすると、今回の導入で、一部の 767-300ER、特に A27 や A44 などが退役に追いやられる可能性がありますね。
さて、A321 ネオに話を戻しまして、エンジンは CFM インターナショナルとプラット&ホイットニーの2社から選択することができます。青い会社の A321 ネオは PW1100 を選び、点検作業による欠航を余儀なくされました。しかし、日本航空系列のジェットスタージャパンが CFM インターナショナルのリープを搭載している点や、737シリーズと統一できる点より、CFM インターナショナル製の方を選択するものとみられます。そしてシートですが、新国内専用汎用シートが搭載されると考えられます。まあ、スカイネクストでもいいんですけど、モニター等の関係で搭載されないと考えられます。A350-900 であったコンセント問題、解決されるといいですね。座席配置は、おそらく737と同様にクラス J は 2+3、普通席は 3+3 になると思います。全日本空輸のプレミアムクラスよりクラス J の方が1席あたりの面積は小さいですからね。多分入ります。てか押し込みます。なんたって737の後継ではなく、767の後継ですから。さて、こんな感じで機材の考察を終わります。ここからは新規就航の考察を。ジップエアーの方は簡単で、観光需要が高く、できれば日本航空が就航しているところになると思います。アメリカ西海岸だとシアトルやラスベガス。アジアだとグアムやインド、中国なんかもありそうですね。日本航空が就航している都市だと、実績がありますし、基盤もしっかりしていますからバンバン就航できます。一方でサンノゼのように現在日本航空が就航していないところに行く可能性もあります。例えばオセアニア、オーストラリア以外日本航空は就航していませんから、いいかもしれないですね。一方の日本航空はどこに就航するか、マジで見当がつきません。ジップエアがアジア、アメリカ西海岸を中心に、と言っている以上、競合しに行くわけもなく、つまりはヨーロッパ方面を充実させていくことになると思うんですね。思いつく限りヨーロッパの主要都市を挙げてったのですが、日本航空が出しそうなのってあんまないですよね。あるとしてイタリアやドイツあたりでしょうか？今後キャセイパシフィックがワンワールドを抜けると日本航空がアジア最大になるのかな？ってことを考えると、今のうちに出しといて損はないはず。全日本空輸や他の航空会社との兼ね合いも考えなきゃいけない上、利益も出さないといけないですから、変に路線拡大するわけにもいかず、よくわかんないっす。まあ、今後発表されるでしょうから、おとなしく待ちましょうか。それでは今回はこの辺で考察を終わりたいと思います。最後の方、いい加減な考察で申し訳ないですが、これでも小さい頭をひねって頑張ったので許してください。もしよろしければ、皆様の意見も聞かせてほしいなって思っているのでぜひコメントをお願いします。それでは、また次回の動画で